カタン。扉が閉まりました。あれ？静かです。おばあちゃん。返事はありません。まだかな。時計の音だけが聞こえます。遅いな。カチャ。扉が開きます。また待っててくれたの？いた。よかった。おばあちゃんは何も知らないまま、タマの頭をそっと撫でました。タマは嬉しそうに目を細めます。今日もおばあちゃんの一日が始まります。そしてタマの見守りも始まります。朝の光が台所いっぱいに差し込みます。お味噌汁の香りが部屋の中にふんわり広がります。おばあちゃんは今日もいつものように朝ごはんの支度を始めます。タマは少し離れた場所からその様子をじっと見つめています。いい匂い。おばあちゃんは手を合わせます。いただきます。タマは自分のご飯にはまだ向かいません。おばあちゃんが食べ始めるのを静かに待っています。もぐもぐ。一口、また一口。おばあちゃんは今日もおいしそうにご飯を食べています。へへ。タマも食べようか。その声を聞くと、タマは嬉しそうに自分のお皿へ向かいます。僕も。タマはおばあちゃんが先に食べ始めるまでいつも待っています。それは誰に教わったわけでもない小さな習慣です。朝ごはんを食べ終えると、おばあちゃんはゆっくりと出かける支度を始めます。帽子をかぶる姿を見て、タマの耳がピクッと動きました。行く？かごを持つと、おばあちゃんは小さく笑いました。行こうか。タマも立ち上がりました。へへ。からり。タマは先に外へ出ますが、すぐに立ち止まります。振り返っておばあちゃんを待っています。おばあちゃんが一歩外へ出ると、タマもちょこちょこ歩き出します。おばあちゃんが運搬車を押し始めると、タマはいつものように飛び乗ります。出発。運搬車の一番好きな席はおばあちゃんのすぐそば。今日も2人の一日が始まります。タマはいつものかごに揺られながら畑へ向かいます。畑に着くとおばあちゃんは今日もトマト畑に水をまいています。タマはおばあちゃんが広げてくれた日傘の下でのんびりその様子を見ています。ここ。おばあちゃんが隣の畝へ移ると、トマトの葉に隠れて姿が見えなくなりました。タマはピクッと顔を上げます。あれ？キョロキョロ見回します。どこ？タマは葉っぱの間をそっと覗き込みます。麦わら帽子が見えました。あ、いた。タマは安心したように、また木陰へ戻ります。えへへ。おばあちゃんは気づいていません。でもタマは今日もちゃんと見つけました。それがタマだけの小さな安心です。おばあちゃんは赤く実ったトマトを一つずつ収穫しています。タマはそっと足元まで歩いてきました。見上げるとおばあちゃんが笑いました。食べてみる？おばあちゃんは取れたてのトマトをエプロンでそっと拭き、小さく分けてくれました。くんくん。タマは小さく一口、目をまん丸にしました。甘い。おばあちゃんは嬉しそうに笑いました。おいしかった？へへ。
やがてかごいっぱいにトマトが収穫されました。おばあちゃんは運搬車にかごを乗せます。タマもいつもの場所へぴょんと飛び乗りました。出発。今日もおばあちゃんの一日が終わります。そのすぐそばにはいつもの小さな相棒がいました。たまちゃん、今日も一緒に行こうね。